戦闘の監獄のリセットプレイやってくで、よろしくお願いします。前回までのあらすじ。長かったリュードの迷宮を踏破。次はテッドの迷宮っていうらしい。なんとレベル1持ち物なしやないと入れへん上に、1回入ると出られんらしい。というわけで、レベル1に戻ったパーティーがこちら。能力値と呪文を引き継いでるのは救い。ここがテッドの迷宮の入り口。推奨レベル表記をやめたんは賢明やな。リュードの迷宮の推奨レベル15って書いたやつ、一生許さんからな。ほな新章のスタートといこか。あ、呪文が見るからに使えませんってなっとる。使おうとすると無理。めっちゃ腹立つなこれ。ボーボボじゃないんだから。壁に文字が刻まれていた。ようこそ、監獄へ。新参者へここでのルールを教える。その1、出口は毎回塞がれる。その2、すべては自給自足だ。その3、高度な魔法は封印されてる。その4、ところどころに町やら施設やらがある。最後に、地獄の沙汰も金次第。以上。呪文が封印されてるってのは初めて聞いたルールや。入り口は戻れないね。迷宮の入り口のそばに、誰かが捨てていったとおぼしき複数の装備が落ちていた。どうやら、装備を整えるには十分なようだ。最低限の装備はここで手に入るらしい。いわゆる初期装備。しかし呪文が使えんっていうのはいないやったな。階層が進むと解除されていくのかな。どうなんや、エバキュエート解除された瞬間にルール崩れるけど、進めてみないことにはわからないね。おっと、敵はどんなんが出るんや。ああ、そうか、そうやったな。ネームモンスターズに慣れすぎて、不確定モンスターなんていうシステム忘れてたよ。呪文使ってきそうやけど、サイレンス使えへんし。巻物も持ってこれないから、スリープ使うしかない。いやー懐かしいなこの感じ。町とか施設はあるらしいし、まずはそれを探さんとな。1階にはまああるとして、下の方にもあるのかな。ところどころにって書いてたけど、深さによるわな。何層構造なんかすら知らんし。お、あったあった。ここはお店やな。目の前に奇妙な服装の男が立ち、愛想笑いをして、声をかけてきた。道具の鑑定を受けたまわります。呪いも解けますよ。お題はこちらに。そういえばお金のことはすっかり忘れてたけど、全部持ってきててよかったな。眠りの巻物と沈黙の巻物の補充ができる。解毒薬と麻痺の薬も忘れんように。そうだ、呪文で治療できないんだった。多分宿屋と寺院もどっかにあるよな。宿屋は最優先で見つけたい。こいつは、リーチリザードかな。敵はカラムの洞窟1階と同じっぽい。能力値引き継ぎできたけど、完全新キャラでも積むことはないんやな。うおうお、この巻物なんや。荘園の巻物。レベル1だから鑑定も難しい。懐かしいわこの感じ。待てよ、呪文が封印されてるってことは。巻物も重要な戦力ってことやんな。小部屋だらけの構造やな。マンションみたい。
宿屋ミッケ、入り口のすぐそばだった。こちらに気づいた受付の婦人が話しかけてきた。ご休憩ですか？お部屋はまだ若干の空きがございます。お代はこちらに。これ、いちいち宿屋とお店と歩いて回らなあかんのは面倒やな。パッと済ませたいよね。探索再開。寺院はすぐ隣にあった。祭壇らしき部屋に入ると、フードをかぶった男が目の前に立ち止まり、咳払いをした。なんじら、癒しを求めておいでかな？お代はこちらに。毒の治療はサービス期間中です。およそ寺院とは思えないセリフ、お代とかサービス期間とかさ。一応施設にはマークつけとくか。部屋の片隅には椅子と机。そして迷宮の主のごとく佇む人影があった。彼はこちらに気づき、挨拶を交わした。回収屋さーん、その説はありがとうございました。みんなもお礼言うとき、ありがとうございました。何かお困りかね？友人が帰ってこないと？そうか、ならば。救出して入り口まで運んであげよう。そうだな、ここの相場では、10万 GP。使ってみてわかった、この破格の安値、今日安の殿堂やろ。またお世話になることがあったらお願いします。できるだけ気をつけるけど。これで、テッドの迷宮でも回収のことは心配しなくていい。ほんま助かる。HP はしばらく1しか上がらんやろうな。レベルに対して適正 HP みたいなのがあって、それを超えてると大体1しか上がらない。元のレベル、20くらいになってようやく上がり始めるぐらいかな。こっちのレベルは1、そして敵は鎧を着た男。うおー燃えてきた。まさかパート30くらいまで来て、初戦と同じ状況に出会うとはな。つまらぬものを切ってしまった。能力値だけは当時と桁違いやもんな。おお、この剣はグレートソードです。壁に張り紙が貼られていた。危険、この先のスイッチを絶対押すな。って言われてもな。レベル1の間は素直に従っとこ。プロディジー覚えても使えへんしな。あ、階段あった。ちょっとまだ早いかな。半分くらいマップ埋まってないし、さっきの危険スイッチの件もあるし。床には1枚の紙切れが落ちていた。元は書物だったのだろうか？破り捨てられた跡がある。迷宮1日目。王に頼まれ報酬に釣られて入ってみたが、出られない迷宮とは聞いてなかった。いや言うてたで、完全にそっちの落ち度。しかし脱獄王と言われたこのわしに、解けぬ迷宮などあろうはずがない。必ずやこの迷宮から生きて帰ろうぞ。お手本のような死亡フラグ。
この先ちょくちょく見つかるけど、20日目くらいで最終的に死ぬやつでしょこれ。うおー、この薬瓶はこれ毎回やるの？早送り始まっちゃった。暗闇の薬、大変すぎる。あ、この店、打ったもん最高に並ばへんのか？保管庫的な使い方はできないの？これは不便やぞ。どこかにアイテムボックスがあるんじゃない？ゲームシステム的に街にあるアイテムボックスと区別できるんか？区別しないと地上とアイテムやり取りできちゃうもんね。それか、在庫並ぶタイプの店が別の階にあるかやな。まず、ダンジョンのシステムを手探りで理解していかないと。アイテムの保管はどうするか、呪文は使えるようになるんか。先は長い。ほな今回はここまでにしよか。街に戻らないから、どこで区切ればいいのかもよくわからないね。街には戻れへんから、ここで中断。中断メニューは、普段あんまり使わんからな。これだ。ほなまた次回。